今回のシリーズはグレバ・ヴルカヌスに続く第3の惑星フルゴラの最速攻略編です。ファクトリオに4800時間を捧げた徳蔵は着陸直後から最強設備の電磁プラントを建設するテクニックや誰もが苦戦する廃材処理を面倒な分配機のフィルター設定など仕分けを一切しない生産ラインを構築する方法など全てお見せします。さて今回の動画では少ない持ち込みで素早くフルゴラの拠点を立ち上げ最速で電磁プラントを製作します。この先の攻略に不可欠な情報が続きますので今のうちにチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは本編スタートです。チャプター1、フルゴラには何を持っていく？突然ですが皆さんに質問です。皆さんはフルゴラに何を持っていきますか？ここからは私が考える最適解について解説します。まず鉄板1000個と電子基板2000個を用意します。これらはフルゴラのスタートアップに欠かせないボイラーや蒸気機関、化学プラントのハンドクラフトに使います。これだけの量があってもロケットの打ち上げはたった2回で済みます。次に飛行用ロボットフレーム450個です。このうち100個は最初の資源回収効率を高める建設ロボットのハンドクラフトに使います。残りの350個は狭い土地を有効活用する物流ロボットを製造するために使います。建設ロボットと物流ロボットはロケット1回の打ち上げで50台しか運べませんがロボットフレームなら150個も運べます。現地生産が大変なロボットフレーム450個を運ぶのにたった3回の打ち上げで済みます。電子基板と発電基板さえあればロボットはハンドクラフトできるため非常に便利です。そしてヴルカヌス最強の生産設備である大型掘削機20台と鋳造炉5台です。いずれも資源が足りなくなりがちなフルゴラで大活躍します。リソース消費量が半分の大型掘削機は資源の枯渇を遅らせるので工場の安定運営に欠かせません。また電動掘削機の5倍の採掘速度のおかげでスピーディーな資源回収ができます。最後は生産速度モジュール2とエネルギー効率モジュール2をそれぞれ100個です。電力が不足しがちなフルゴラで大型掘削機や鋳造炉をフル活用するには欠かせません。また狭い敷地で効率よく生産するためにもモジュールが必要です。ところで皆さんは新しい惑星に行くとき完璧な準備を整えてから出発しますか？それとも最低限の荷物で現地へ飛び込みますか？皆さんが必ず持っていくアイテムがあればぜひコメント欄で教えてください。チャプター2、フルゴラではどんな武器が必要？実はフルゴラには敵が全くいません。そのため武器を持ち込む必要はありません。のびのびとマイペースで工場建設ができるのがフルゴラの人気の理由なのかもしれません。一方でアーマーは装着したまま宇宙プラットフォームに登場できるためパワーアーマーマーク2にモジュールを満載して出発します。おすすめのモジュール構成は画面の通りです。まずは携帯型ロボステーション6台です。資源回収や工場建設の速度を格段に向上させられます。次は強化外骨格5台です。オイルの海では移動速度が大幅に低下します。なのでできる限りの強化外骨格を装備して移動速度を上げると快適です。最後は携帯原子炉と個人用バッテリーマーク2です。これらは安定した電力供給のために欠かせません。ちなみにこれらの装備モジュールは前回のヴルカヌス攻略と同じ構成です。装備の入れ替えをしなくていいので手間いらずです。この後のアクイロも同じ装備で攻略する予定です。ところで皆さんは訪れる惑星に合わせてモジュールを細かく入れ替えますか？それとも常に同じ汎用セットで冒険しますか？こだわりがあればぜひコメント欄で教えてください。チャプター3、
フルゴラで最初に何する？フルゴラに降り立ったら、まずはフルゴラの貯蔵庫の遺構を探し出し解体します。その準備として建設ロボットをハンドクラフトします。まずロボットフレームを廃棄スロットに移し、シフトキーを押しながら左クリックで100個だけ取り出します。次に建設ロボットをシフトを押しながら左クリックすると、建設ロボットが100台ハンドクラフトされます。このように廃棄スロットを活用することで、右クリックを20回連打することなく、ワンクリックで大量かつ作りたい数のアイテムを正確に製作できるので非常に便利です。次は貯蔵庫の遺構を探します。不時着ポイントの近くに必ず存在します。今回はスタート地点の少し下にありました。解体プランナーで解体するとリサイクルがアンロックされ、フルゴラの資源である廃材をリサイクルできるようになります。廃材をリサイクルすると発展基板や制御基板、軽量化素材など製造コストが高いアイテムを序盤から入手できます。これがフルゴラの面白さです。島にある遺構を全て解体し、廃材や銅線、鉄筋などを集めておきます。最初の島にある資源を全て回収するとおよそ1000個の廃材を入手できます。インベントリを開き、入手した廃材を全てハンドクラフトでリサイクルします。この島は廃材が1000万個と資源豊富ですが、手狭なためより広い建設用地を探します。ちなみにフルゴラには敵がいませんが、雷が工場長にダメージを与えます。ただこのように移動していればほとんど雷に打たれませんので、雷は気にせずマップの探索をしていきましょう。今回のマップでは下の方に広さと資源のバランスが良い島を見つけたので、ここに拠点を構えます。ちなみにフルゴラには大きく分けて3つの種類の島が存在します。1つ目は貯蔵庫の遺構がある狭く資源が豊富な島です。2つ目は広大ですが資源がほとんどない島です。3つ目は適度な広さと資源を兼ね備えた島です。クリアを目指すだけなら3つ目の島で十分です。ところで皆さんは拠点選びにあたっては資源の多さと敷地の広さ、どちらを最優先しますか？皆さんの拠点選びのこだわりをぜひコメント欄で教えてください。チャプター4、平井新都蒸気機関で氷融開発電所始動。工場建設にあたってフルゴラで最も重要なのは雷対策です。雷撃から工場を守るため、まずは平井新を配置していきます。解体プランナーをクイックスロットバーにセットし、右クリックで開き、ホワイトリストに雷誘引装置を指定します。次にこの解体プランナーで島全体をドラッグし、雷誘引装置を解体して資源を確保します。遺構がなくなると建設ロボットが雷撃を受けて破壊されるため、手早く解体作業を進めます。実はこの雷誘引装置から得られる材料で平井新がハンドクラフトできるのです。回収が終わる頃には廃材のリサイクルも完了し、インベントリのアイテムがこのように充実しています。ここで平井新と広域電柱を4つずつハンドクラフトします。ハンドクラフトが完了したら、まず平井新を設置し、供給範囲の隅に合わせるように広域電柱を配置します。これをコピーし、R キーで回転させながら正方形になるように配置していきます。この範囲内に工場を建設するため、廃材の交渉と重なるように場所を調整します。平井新の設置が完了したら発電所を建設します。まずボイラー6台、蒸気機関12台、化学プラント2台をハンドクラフトします。次に蒸気機関2台で広域電柱を挟み込むように設置し、パイプで接続してからボイラーを配置します。さらにこれをコピーして全部で6セット設置します。最後に化学プラントをボイラーの隣に配置し、レシピを氷の融解に設定すれば発電所の完成です。ボイラーには廃材のリサイクルで入手した固形燃料を、化学プラントには氷を投入しておきます。平井新に雷が落ちると
氷の融解で水が生産され、蒸気機関による発電が始まります。避雷針はエリア内の雷を誘引するだけでなく、雷を電力に変換する重要な役割があります。避雷針に雷が落ちると、1回あたり1秒から2秒、150メガワットもの電力が発生します。ところで、皆さんはフルボラの初期電力は安定の蒸気機関で賄いますか？それとも最初から蓄電池を並べて雷の電力だけで勝負しますか？皆さんの電力プランをぜひコメント欄で教えてください。チャプター5、大型掘削機とリサイクラーで自動リサイクル。蒸気機関で発電が始まったので、廃材のリサイクルを自動化します。まずリサイクラーを2台ハンドクラフトして設置します。次に大型掘削機2台をリサイクラーに隣接するように設置します。最後に節電のためリサイクラーには生産速度モジュールとエネルギー効率モジュールを2枚ずつ挿入します。大型掘削機にはエネルギー効率モジュールを4枚挿入すれば完成です。リサイクラーが満杯になるまで廃材のリサイクルが自動で行われます。ある程度生産が進んだらリサイクラーからアイテムを回収して、さらに2台のリサイクラーをハンドクラフトし、もう1セット配置してリサイクル速度を向上させます。これで毎分およそ1000個の廃材をリサイクルできるようになりました。ビーコンを2つハンドクラフトして設置し、生産速度モジュールを挿入すると生産速度はさらに向上します。リサイクルで素材もだいぶ集まったので工場を拡大していきます。まず大型掘削機2台をビーコンを挟み込むように設置します。次に鋳造炉を設置し、搬送ベルトを100個生産して、大型掘削機をこのようにぐるっと搬送ベルトで囲みます。大型掘削機を回収し、ハンドクラフトした高速インサーターを設置します。これでリサイクラーが搬送ベルトから廃材を搬入できるようになります。新たなリサイクラーをハンドクラフトしてコピーして貼り付けると生産量が一気に拡大します。完成した工場をコピーし、H キーで左右反転させて反対側にも貼り付けます。大型掘削機を R キーで回転させると搬送ベルトの両側に廃材が流れるようになり、生産速度がさらに向上します。こんなに狭くても廃材の生産量は驚異の毎分4000です。ちなみにリサイクラーの三角部分からはリサイクルされた素材が排出されるので、このようなレイアウトにすることでボイラーには固形燃料が、化学プラントには氷が自動投入されるので便利です。もし足りなくなったらリサイクラーから回収して手で投入しましょう。チャプター6、蒸気タービンにアップグレード。資源が十分に集まったのでさらに工場を拡大します。まずリサイクラー12台をコピーし、V キーで上下を反転させて反対側に貼り付けます。次に石の炉を12個ハンドクラフトし、リサイクラーの排出口に設置します。これにより石と固形燃料が石の炉に自動で投入され、避雷針の材料である石レンガが生産されます。手持ちの固形燃料と石はインベントリを圧迫するため、石の炉に投入しておくのがおすすめです。ここまで工場を拡大すると電力が不足してくるので、吸熱塔と蒸気タービンによる発電所にアップグレードします。まずリサイクラー10台をコピーして設置し、インベントリで邪魔になっている固形燃料を処分します。次に鉄の歯車をリサイクラーに100個ずつ2回投入して鉄板を1000枚生産します。さらに軽量化素材をVキーで200個投入し、銅板と鋼材を集めます。これで吸熱塔発電所の材料が揃ったのでリサイクラーを回収します。最後に組み立て機を8台設置し、鉄板を50枚ずつ投入して合計400個のパイプを作っておきます。これにより大量のパイプを必要とする熱交換器や蒸気タービンの製作時間を短縮できます。
ボイラーによる発電所は不要なので回収し、吸熱塔4台、熱交換機2台、蒸気タービン4台をハンドクラフトします。ハンドクラフトが終わったら吸熱塔、熱交換機、蒸気タービンをレイアウトします。吸熱塔に固形燃料を投入し、発電可能となる500度以上に温めます。吸熱塔が温まるのを待つ間に化学プラントとパイプを設置して氷を投入します。蒸気機関はもう使わないためリサイクラーでリサイクルしておくとインベントリを有効に使えます。生産が止まらないようリサイクラーから資源を回収します。ここまで来るとインベントリに入りきらない物量になるため貯蔵チェストを設置してしばらく使わない氷、固形燃料、鉄の歯車、軽量化素材を入れておきます。チャプター7、ウルゴラ最強レンジプラントを製作。蒸気タービンにより電力に余裕ができたためウルゴラ最強の設備レンジプラントを建設します。まずはレンジプラントの材料ホルニウム板を生産します。まず化学プラントをシフトキーを押しながらコピーし、パラメータをホルニウム溶液に変更して貼り付けます。次にパイプラインを接続し、材料である石とホルニウム鉱石を投入します。ホルニウム溶液の製作時間は重量と長いため生産速度モジュールを挿入しておくのがおすすめです。最後に鋳造炉を設置し、レシピをホルニウム板に変更すれば完成です。ホルニウム鉱石は出現率わずか 1% の貴重な素材なので鋳造炉の生産ボーナス 50% を活用して効率よく生産します。また鋳造炉の消費電力は 2.58MW と大きいためエネルギー効率モジュールを2つ挿入し消費電力を 20% まで削減します。ホルニウム板はインサーターとチェストを設置して貯めておきます。次は鉄筋コンクリートを生産します。まずウルゴラの遺構を解体し鉄筋を400個集めます。次に組み立て機を4台設置しレシピを鉄筋コンクリートに変更します。最後に材料を投入すると鉄筋コンクリートの生産が始まります。鉄筋コンクリートも製作時間が15秒と長いため生産速度モジュールを挿入しておきます。これでレンジプラントの材料が揃ったので組み立て機を設置して1つだけ生産します。完成したレンジプラントを使って工場の拡大に必要な電柱と避雷針を量産します。まずレンジプラントを設置し生産速度モジュールを5枚挿入します。次にレシピを広域電柱に設定して材料を投入します。最後にレシピを避雷針に変更します。石の炉で作った石レンガを回収しレンジプラントに投入して50個の避雷針を製作します。レンジプラントの生産速度は2なので組み立て機の4倍の速さを誇ります。加えて鋳造炉と同じく生産ボーナスは 50% なので少ない材料で電柱や避雷針を作れます。また大量の材料を必要とする制御基板ビーコンやモジュールも生産ボーナスで量産できる点が最強たる理由です。次回は建設用地を原状回復して仕分けなし高速搬送ベルトによる廃材のリサイクルラインを作ります。絶対にお見逃しのないよう今のうちに高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。